世界の謎に迫るトゥランドプイレグの時間です。よいしょー。日本神話徹底解明編、最高神アマテラスが引きこもり、天の岩の伝説についてお話していきます。引きこもってますもんはいね、アマテラスさん。最高の神であるね、太陽神アマテラスをドン引きさせた弟佐野の命のあまりにも悪行がもうひどすぎて、ひどすぎた。アマテラス大神は洞窟の中に入って、大岩でその入り口を閉じちゃったんですよね。地上も天も全部真っ暗になって、もう地味猛量が溢れ出すと、もう最悪の状況になったわけですよ。最悪の状況よ。そうなんですね。もうアマテラス大神が洞窟に入ったもんでもう出てけえへんってことで、天上の神々、高間ヶ原の神々たちはもう会議をするんですよ。もうどうやったらいいの、こんなん初めてやと。そこでもう自分らでちょっと考えても分からへんから、こういう時はもう知恵の神がおる、思い金の神っていうむちゃくちゃ賢い神様がいるから、その人に尋ねようとはいはいはい。思い立つわけですよ。でゾロゾロとね、思い金の神のとこに行って、いやこうでこういうことがあって今ねとんでもないことになってるんですよ。あ、だからこんな真っ暗でなんか不吉な感じになってんねやみたいな。分かったと、そのアマテラス大神を洞窟から出してみようじゃないかと。なんかいいアイディアあるんですかって聞いたら、祭りじゃ。祭り。みんなで祭りをやろうと。ほどういうことですかみたいなね。もうみんなでわーって盛り上がって、アマテラス大神が出てきたくなるような、そんな祭りをしようじゃないかって。そういう誘い方ね。とても知恵の神のねアイデアと思えないくらいちょっとね荒い感じの提案をするわけですよ。でみんなが分かりましたって言って一致団結してその祭りの準備を始めるわけですよ。真っ暗の中。まず準備したのが、長鳴き鳥。長鳴き鳥。長く鳴く鳥。つまり鶏。鶏をいっぱい集めて、こういうごっこで鳴かすわけよ。この鶏っていう存在イコール太陽の出現や。太陽朝が来たよ、こういうごっこって鳴くからイコールなんよ、太陽の存在とね。確かに。で洞窟の中に引きこもってるアマテラスからすると、あれみたいな、太陽出てこなん鶏鳴かんよなみたいなのをちょっと洞窟の中でモヤモヤしだすわけ。みたいな。何が起こってんの、私おらんで、何みたいな。アマテラスがモヤモヤしてる間にその神々はね、ある神器を作り出すの。まずヤサカニの勾玉っていう神器を作って、さらに綺麗に磨いたヤタの鏡っていうのを作るんですよ。これは後に3種の神器って言われるうちの2つで、天皇陛下の要は象徴みたいなものでね、今も天皇が変わるたびに受け継がれてる神器なんですよ。この頃からあったよってことなんですけどね。この2つの2種類の神器を作る、これで準備ができたぞってことで、この手に持てそうな感じのね、榊っていうこの植物をね、手に持って、この榊に、でっかい榊にこのヤサカニの勾玉とヤタの鏡を取り付けるんですよ。でこのアマテラス大神が隠れてるこの岩戸の真近くで、腕力自慢の神様、その名も雨のタジカラオ。雨のタジカラオがこうグーンって横で待ってるの。岩戸の横で雨のタジカラオが。雨のタジカラオがちょっとでも岩戸が開いて、アマテラス大神が出てきたらもうグーンって引っ張るっていう。もう右腕パンパンの神なんです。そういう役目がおるね。その感じで岩戸の横におるわけで、いよいよ祭りが始まりました。祭りがわーって盛り上がっていって、もうみんながどんちゃんどんちゃん騒いでるわけよ。でアマテラス大神からすると、なんかざわついてんなみたいな、何が起こってんねんみたいになってるわけよ。もうね、ずっとモヤモヤしてるわけですから。でそんな中でいよいよメインステージが始まるわけ。神楽っていうね、舞。その神楽を踊ったのが後にも出てくる、雨のうずめっていう女神なんですよ。もう笹の葉を2つ持ってこうやってね、ピャーンってこう踊り出て、桶あるやん、桶をひっくり返したのをステージにして、意外としょぼいねこの桶の上でこう笹の葉を持ってこう踊り出したの。狭いスペース。これ神々じゃなかったら結構しょぼいよね。なんかこう地元の祭りよ。ただみんなそこでなんか、うわものすごいヒートアップしてきて、もう雨の渦めもどんどんこうやってはだけていくんです。でポローンってね、もう胸出しちゃうわけ。ほんでもう神々がすごいって拍手した。もう楽しいってなるわけよ。でもう雨の渦めテンション上がって、笹の葉持って、ほんでこの服の紐をもうこの股間ギリギリまでグーンってずり下ろして、攻めるね。もうウェイと思っちゃうわけよ。だから世界初のパリピなんよでみんながうわー楽しいブラボーみたいな、すごいぞーみたいな感じでもう大歓声がこう、
ほんで、わーブラボーってすごいぞーって言ってて、チラってみんな神々が見たら、岩戸がちょっと開いてて、アマテラスがその隙間から独り言言ってんのよ。どういうこと？私おらんから真っ暗なはずやのに、なんでこんな盛り上がってんの？そんな良くない状況やのに、なんでみんなこんな爆笑してんの？わからんって言ったのよ、ポロッと。で、雨の泉が踊りながら、あなた様よりも素晴らしい神様がいらっしゃいまして、みたいな。それでみんなで笑ってるんですよーみたいなことをね、こう踊りながら言うわけよ。うわいや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 、私最高の神よ。そうよ、ね、そうそうそうみたいな。明らかにアマテラスがちょっとテンパってるのが分かるんですよ。岩戸の向こうで。で、そこで、磨きに磨いたの、ヤタの鏡を、その隙間にスッて入れるわけよ。アマテラスっても太陽みたいに輝いてるから、鏡をスッて入れたら、その目の前に、もう輝く、もうまばゆい神がおるってなったわけよ。鏡なんて初めて見たから、うわすごい、こんな神が私よりすごいかもと思って、もっと見たいってなって、えいって誰って見た瞬間に、雨の田力が田力ビュー確保で、その瞬間に別の神がバーンって閉じてしめ縄張って、戻れませぬぞーってやるわけよ。いやーって、もう祭りもヒートアップして、アマテラス大神も出てきたから、うわーってなるっていう。すごい、もう祭りの描写、初の祭りですよ。でもう出てきた瞬間に一瞬でうわーって、高間ヶ原の地上世界の芦原の中津区に一瞬で光が戻って、よかったーみたいな。何もうどうなることか思いましたわアマテラスさんって言ったら、いやごめんねみたいな、あれ結構これからは頑張るからみたいな、あらちょっとなんか戻ってたよ、こうコンディションも。でもうよかった、じゃあもうこっからまたね、こういろいろやっていきましょうよみんなでイエーイってなってんけど、いやスサノオよと、そうよ、あいつのせいでこんなことなっとんねんと、あいつはもうこの高間ヶ原からもう追放せんとあかんってなって、もうまだ暴れてた佐藤捕まえて、ひげ全部剃られて、丸坊主にされて、手足の爪全部剥がされて、そこまで天井からポイッヒュー芦原の中津国って言ったらね、お母さんイザナミが亡くなってから、その国づくり中断してたよ、つまりお父さんお母さんが中断してた国づくりの途中の芦原の中津国に落とされたわけよ。おお、ちょうどスサノオノミコトはね、ここからしばらくの間スサノオノミコトが主人公となって、この日本神話は展開していくわけですよ。そっちに移行するわけですね。はい。で、今回のお話はね、ここまでです。2回がね、スパンと終わったんですけども、今回ね、考察ポイントがありまして、どうしてもね、このね、考察のお話をしたいなと。どっちかって言ったらね、都市伝説寄りのお話にはなってくるんですけどもね、この天の岩戸、アマテラスがどっか行っちゃって、地味猛量が溢れて、もう一回出てくる天の岩戸伝説っていうのは実際にあった出来事なんじゃないかっていうね、そういう考察なんですよ。あるんですね。そう。しかもね、この出来事が弥生時代の卑弥呼の時代にあったんじゃないかっていう考察でございます。ね、邪馬台国ね、歴史で習うじゃないですか。縄文時代があって、弥生時代があって、どうやら弥生時代には邪馬台国っていう国があって、卑弥呼という人が治めてたぞ。で、その後になんかわからんけど、大和政権っていうのが生まれて、天皇陛下、天皇って存在がその頃にどうやらいたようだ。大君って言われたけどね、大君がいたようだぞ、みたいな。古墳がバンバン増えてってみたいな。で、この頃の時代ってよく分かってない。資料が全く残ってない。じゃあなんで邪馬台国のこと分かんのって話。確かに。実はですね、これ邪馬台国のことが載ってるのって、中国の書物からの情報なんですよ。ある書物に日本のことが書かれてて、その情報だけ残ってるから歴史に載ってんねん。だからいっぱい謎があるの。実際どこにあんのとかいうのが分からないんですよ。正確にはね。でも聞いたことないですか？魏志倭人伝っていう。ある。そう。正確には魏志っていう本がある。三国志とかの時代にさ、三国が単純に争ってた時代あるやん。魏っていう国があるわけよ。これ曹操っていう人が主役というかね、三国志やったらメインで出てくるんですけど、この曹操の国と当時の日本は交流があったの。仲良くしてた。そう、日本側なんよね、結構その魏が。魏のある場所と日本が近かって、そういう交流があったんです。で、正確に魏志倭人伝じゃなくて、魏志っていう本の、その中の東夷伝っていう、東の「い」ってあんまいい言葉じゃないのよ。
東の野蛮な奴らの和人の城、和人って当時の日本人ね、だから東のなんか変な奴らの日本のことをまとめたよっていう項目があるみたいな。魏志倭人伝には当時の日本の特徴とか、営みみたいなものも書かれてるんですよ。でね、割とねすごいね面白いことが書かれてて、盗みはしないとか、争い事は少ないとか、風俗が乱れてないよみたいなことが書かれてるんですよ。しかしそのね魏志倭人伝にはね、どうやらそんなね倭国でも大きい争いがあったようだぞ。2世紀後半、弥生時代ですよね、倭国大乱っていう、日本の当時の日本で行われたバカでかい戦争があったようだぞと、ものすごいわーって人たちが死んでるようなその大乱をまとめたのが邪馬台国の卑弥呼だって書かれてるんですよ。でこれちょっとおかしいなと思うのが、その卑弥呼の漢字よ、卑やしいっていう字でまず1個目の漢字が、で最後の文字が呼ばれるっていう字、で真ん中のみっていう字が広くみたいな意味やね、だからもう卑やしいってみんなから言われてた人だよみたいな感じやねん。実際卑弥呼って呼ばれてたんかもしれへんけど、絶対これ中国側の義側のちょっと悪意のネーミングなんやおかしいやん。おかしいね。邪馬台国の矢っていうのも横島みたいな、邪悪みたいな、そんな字やねん。だから言ったらこれほんまはこの読み方じゃなかった、この漢字とかじゃないはずやん。当てられてんのよ。当て字でちょっと悪意でね、あかん感じに書かれてる。そう実際どういう意味の名前やったかっていうのは日本の書物が残ってない以上分からへんわけよ。ただ絶対卑やしいと呼ばれたみたいな名前じゃないはずやん。そんな人が統治できへんからね。でその後もね、その卑弥呼が統治したけども、年老いたのか卑弥呼が亡くなると、また国が荒れたわけよ。そこで男の人が王様になんねんけど、それでも揉めまくって1000人ぐらい亡くなるみたいな結構大きな争いに発展するんやけども、卑弥呼の僧侶、おそらく親族の豊っていう女の子が王様になる、13歳で。それで争いがピタッと収まったよっていう。魏志倭人伝にはこういう風に書かれてるんですよ。男の人が王様になって荒れたのに、なぜか13歳の女の子が王様になったらピタッと争いが止まるってこれどういう状況やねん。確かにね。でも仮にですよ、この要は卑弥呼っていう存在が神的なポジションやとして、それがなくなったことによって荒れました、でそこで人がわーって争い出して、その後にその血縁の正当な権利を持った親族だよって人が王様になったらおーみたいな、一回消えてその後出てくる、この流れちょっと天の岩戸伝説にちょっと似てません？似てますね。確かに。まだちょっといやみたいな感じじゃないですか。でもね、僕らその当時のことを、書物も残ってないから詳しいことわからないんですよ。ただ僕ら現代の知識で当時のことを知る術があるんですよ。それが天文学なんですよ。星の流れ、月の満ち欠け、天体の動きっていうのはもう何千年も何万年もこう決まってるから、周期があるって話しましたよね、これまでも。卑弥呼が亡くなった年にどんな天体の動きがあったのか、また男の王様が来た時とか、荒れた時にどんな天体の動きがあったのかっていうのは、その天体のこのデータで分かるんですよ。いつに起こったかが。卑弥呼が亡くなったのって西暦247年か248年かのどっちかで意見が分かれてるんですよ。ただね、西暦247年の3月24日の夕方に皆既日食が起こってるの。北部九州のところで皆既日食が起こってるんです、つまり太陽が隠れてんねん。この時に混乱が起こって卑弥呼が死んでしまったとすれば、そしてじゃあ俺がなるって男の方がなったけど、あいつはそういう神の存在じゃなかったんやって言って殺されたとして、男の方が俺がなるってなったけど、これまたその翌年にも皆既日食が起こってる。それによりこの人も殺されたのではないか。でその後にその正当な太陽を司る存在である豊が即位することによりこの争いが収まったのではないかっていう、そういう考察なんですよ。そしてこの卑弥呼っていう字を太陽の日、そして巫女さんの巫女、その卑弥呼だとすれば太陽の巫女
つまりこれアマテラスっていう存在の元になった存在じゃないかっていう、そういうね考察ができちゃうわけなんですよ。卑弥呼がね治めて、でもこっからどうなったか分からへん。豊の時代その後もうどうなったか全く分からへんのよ、邪馬台国がその後どうなったか全く分かんない。でもシンプルにその後古墳時代に大和政権ができて、その頃には天皇陛下というか大君がおったのであれば、単純にこの邪馬台国がこの大和朝廷の源流やったんじゃないか、ならこの卑弥呼とかその豊とかが今の天皇につながるようなこの流れってすればいいやん、って思うんですけども、古事記ではそうはなってないんです。ああ、そうなんや。そうこの説が事実だとすれば、それを何かねじ曲げるとか、ある種なかったことにしないといけない理由があったっていうのかもしれないねっていう、そういう話なんですよ。でもよく考えてください、邪馬台国っていうこの言葉、それ自体もちょっとね引っかかるというか、邪馬台国、大和朝廷、この台ってそのままとと呼んだら、そのまま大和国なの。そうね。一文字違いなわけです。ここでちょっとね、こう実際なんて読むのかっていうのはもう議論され続けてることなんですよ。何個かの書物によってこの邪馬台国っていう文字は出てるんですよ。義書とか五漢書とか随書とか、台の字が2種類ぐらいあって、この中がこの豆の時と、この至るっていう字の時があるんですよ。その義士和人伝ではここがやっぱ豆になってる。豊っていう存在いたよね、これ義士和人伝ではこんな字なんですよ。豊って読むとすればよ。でここが同じように書いてあるとすれば、この豊ってもし読むんやったら、この大和って読まなおかしいやつ。そうね。卑弥呼の僧侶で豊って呼ばれてて同じ字使われてるのに、これ邪馬台国だけは台って読むのおかしない？おかしいよね。他の書物と一致してたりするんですよね。まあ確かにこの豊っていう東洋をマジで唐と呼んでたかは確かに諸説あるんですけどね、もしそうだとすれば、まあもう大和国説結構濃厚じゃねえぐらいのですね。だとすれば、それがもし卑弥呼で卑の巫女であり、それがアマテラスのこの天の岩戸伝説のモチーフになった実際にあった出来事だとして、邪馬台国も実は大和国だとして、でも後世にはその出来事は丸々カットされている。でこれが古事記の中でアマテラスの天の岩戸伝説に加工されてたとすれば、なぜこれをちゃんと伝えなかったのか、何を隠しとんやみたいな考察もね、いずれちょっとね触れていきたいと思います。今回はね、この辺にしておいて、でもこれでちょっとなんとなくだいぶこの大和国説とか、卑弥呼、卑の巫女じゃね説とか、ちょっと濃厚になってきたよね、なんかね。ぽいよね。あくまでね、今回都市伝説的な考察ですけども、いかがだったでしょうか。ということでね、次回はこの天の追放された左脳の御事が主人公になって、ついにそうすごいねスケールの物語がまた展開していくのでお楽しみにしていてください。はい、ということで今回この辺でまたね、バイ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 。